オリオン大星雲では今星が生まれています。生まれたての星が数千個、しかも肉眼で見える距離で冬の夜空に光っています。冬の空の三つ星の下にぼんやりとした光の広がりがあります。そこでは今も新しい星が次々に生まれています。宇宙の不思議研究所、今日はオリオン大星雲を見ていきます。冬の夜空を見上げると、斜めに並んだ3つの星が目につきます。オリオン座のベルトにあたる部分で、冬の空を見つける目印になります。その3つ星の少し下に、点ではなく、ぼーっと広がった光があります。これがオリオン大星雲で、満月が2つか3つ並ぶほどの広がりを持っています。星は点に見えますが、この光には広がりがあります。それは遠くの一点ではなく、差し渡しが何光年もある巨大な雲だからです。オリオン大星雲は、水素を主とするガスと細かな粒が集まった巨大な塊です。星の材料そのものです。地球からの距離はおよそ1300光年。今目に入る光は1300年ほど前にこの雲を出た光ということになります。近いということは細かいところまで見えるということです。だからこの星雲は宇宙の中で最も詳しく調べられてきました。星雲の差し渡しはおよそ24光年。光の速さで横切っても24年かかる大きさです。太陽系が丸ごと何千個も入ります。ガスは自分では光りません。中で生まれた若い星の強い紫外線を受けて、ガスがその力を光に変えて返しているのです。気体に強い力が与えられると、その気体ならではの色で光ります。オリオン大星雲が赤みを帯びて見えるのは、水素そのものの色です。星雲の中心には、特に明るい若い星が4つか溜まっています。台形に並んで見えるこの一群が、周りのガスを照らしています。この星雲の中では、ガスが集まって新しい星が次々に生まれています。つまり私たちは誕生の現場を直接覗いているのです。ガスの濃いところは自分の重さでさらに縮んでいきます。縮むほど中心が熱くなり、やがて自分で光り始めるのです。生まれかけの星はまだ濃いガスと細かな粒に包まれています。だから普通の光ではその姿が外から見えません。ところが赤外線なら、その厚い包みを通り抜けて届きます。中に潜んでいた若い星が数えきれないほど見つかりました。この星雲の中には、生まれてまだ100万年ほどしか経っていない星が数千個あると分かっています。一大集団です。星は一個ずつバラバラに生まれるのではありません。同じ雲から一斉に何百個も何千個もまとまって生まれます。太陽もこうした雲の中で生まれたと考えられています。ただし、一緒に生まれた兄弟星はもう遠くへ散ってしまいました。生まれたばかりの星の周りにはガスと細かな粒でできた円盤が残ります。この円盤からやがて惑星が作られます。オリオン大星雲ではこの円盤が実際に100個を超えて映し出されました。惑星の元を直接その目で見たことになります。ただし、近くの明るい星の光が強すぎると、円盤は外側から吹き飛ばされていきます。惑星ができる前に材料が失われるのです。円盤が削られてしまう前に惑星が出来上がるかどうか、星が生まれる場所では時間との競争が起きているのです。若い星の強い光と吹き出す風は、周りのガスそのものを押しのけます。星雲の入り組んだ形は、そうしてえぐられたものです。私たちが見ているのは、そうしてえぐられ、ちょうどこちら側に開いたくぼみの内側です。だから、中の様子までよく見えます。そのくぼみの後ろには、光を全く通さないほど濃い雲が広がっています。見えている明るい部分は、ほんの表側に過ぎません。その濃い雲の奥でも星は生まれ続けています。私たちが見ているのは今も進んでいる長い物語の
一場面に過ぎません。生まれかけの星は上下に細いガスの流れを吹き出します。まっすぐに何光年も伸びた筋が実際に映し出されています。その流れが周りのガスにぶつかると、そこが明るく光ります。星が生まれている場所を探す目印になっています。材料のガスは星になり、あるいは吹き飛ばされて減っていきます。だから星雲というものは永遠には続きません。ガスが去った後には一緒に生まれた星の集まりが残ります。これが後に星団と呼ばれるものになります。その集まりも長い時間のうちにほどけていきます。星はそれぞれの道を進み、やがて銀河の中へ散っていきます。小さな望遠鏡でもこの星雲はぼんやりと広がった形に見えます。鳥が羽を広げたような左右に伸びた姿です。写真で鮮やかな色が出るのは長い時間かけて光を集めているからです。人の目では色まではほとんどわかりません。この星雲が記録に残ったのは400年ほど前です。望遠鏡が空に向けられ始めたちょうどその頃のことでした。当時はそれが何なのかわかりませんでした。遠くの星が滲んで見えているだけだと考える人もいたのです。正体が分かったのは光を色に分けて調べた時です。虹のような帯の中にガスならではの明るい線が並んでいました。その線の並びは星の集まりの光では決して出ません。つまりこの光は輝くガスそのものから来ていると確かめられたのです。今は赤外線で観測できる宇宙望遠鏡がこの星雲の奥深くまで見通しています。これまで見えなかった発見が今も続いています。そこで数えられているのは円盤の数と大きさです。惑星の元がどれくらいの割合でできるのかが見えてきます。近くて明るくて若い星が多い。この3つが揃うオリオン大星雲は星の生まれ方を学ぶための標本になっています。冬の夜、3つ星の下にぼんやりした光を見つけたら、それが星の生まれている場所です。双眼鏡があれば広がりまでわかります。その時目に入る光は1300年ほど前に星雲を出た光です。長い旅の果てに今届いたことになります。私たちがこうして見上げている間も、あの雲の奥では新しい星が静かに次々と生まれ続けています。冬の夜空にぼんやり光るあの一点は、星が生まれている現場そのものでした。オリオン大星雲は、宇宙で最もよく調べられた誕生の場所です。今日の話が面白かったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。またお会いしましょう。